実はその時計業界で人気になっているモデルのほとんどって特徴がある時計になっているかと思うんですね。この文字盤の美しさを際立つように設計されているという点が非常にいい点だと思っています。どうもこんにちは。時計通信編集長の須川です。今回は、ロレックスの大人気モデル、エクスプローラー1、このモデルの、人気の理由をお話したいと思います。まず最初に、このエクスプローラー1が、どういった人から支持されているか、人気があるかっていう点をちょっと私の印象からお話したいんですけども、エクスプローラー1は幅広い方に支持されているなっていう印象がありまして、もちろん時計が好きな方から、高級時計を初めて買うよっていう方まで本当に多くの方がこのエクスプローラー1を選んでいるなという印象があります。で実際にそのエクスプローラー1についてもこのカジュアルなファッションからスーツにまでつけるっていうのもありますので、そういったこの用途の広さっていうところも幅広い方に選ばれている理由になっているのかなというふうには思っています。皆さんにも考えていただきたいんですけど、こういったこの丸型でシンプルな時間表示だけの時計がこの時計業界でこのすごい人気を集めているって、そういったモデルって思いつくでしょうか。実はその時計業界で人気になっているモデルのほとんどっておそらく皆さんが考えた時に大体ダイバーズウォッチだったりクロノグラフだったり、そういったある程度機能とか特徴がある時計になっているかと思うんですね。確かに他にも例はあるんですけど、パテックフィリップのカラートラバーだったりIWC のマークシリーズだったりというのは一部あるんですけど、一般的にはこういったシンプルなモデルっていうのがなかなかヒット作人気作になりづらいっていう状況がある中で、このエクスプローラー1というのはもう時計業界でも屈指の人気モデルになっているという事実がありますので、これはどれだけすごいことかっていうのはお分かりいただけたと思います。ということでここからが本題に入ります。このエクスプローラー1が人気な理由1つ目としては、変な味付けのないシンプルなデザインだからということを挙げたいと思います。外観を見ていただければお分かりになるかと思うんですけども、まずこのエクスプローラー1は、まず時計のこの機能としては時間表示だけなんですね。もう日付さえもなくて本当にもう必要最低限になっています。あとこのガラスの周りにあるベゼル、このベゼルも変な装飾がなくてシンプルなこのスムースベゼルになっています。そして今度ブレスレットを見ると、この3列のこのオイスターブレスというスポーティーなブレスレットをつけていますし、文字盤に関しても黒文字盤にこのヤコート用付きの針とインデックスという仕様になっていますので、全体としてはスポーティーに寄った見た目になっていまして、このドレッシーな要素、エレガントな要素っていうのはかなり排除してあるっていう風になっています。そして、このサイズ感で言ってもこの、もちろんサイズは今2サイズあるんですけど、どちらをとっても、今の、トレンドから言うと小ぶりな部類に入るサイズ感になっていまして、このボリューム感も抑えたこの小ぶりなスタイルというのも特徴になっています。ということでこの全体で見た時もデザインにこの変な味付けがなくて本当にシンプルに仕上がっているということがありますので、このためにこの万人受けするような見た目になっているので、そこが人気の理由になっているのかなと思います。そして次にエクスプローラー1が人気である理由の2つ目の理由として、文字盤に魅力があるということを挙げたいと思います。どういうことかと言いますと、この文字盤の美しさを際立つように設計されているという点が非常にいい点だと思っています。これはどういうことかと言いますと、まずこの文字盤ですね。文字盤は基本的に黒文字盤、黒色の文字盤が使われていますと。でこの黒もですね、実は良し悪しというのがこの時計の中でもあるんですけども、黒文字盤に関してはこの黒色が濃い方が一般的にはいい文字盤とされているんですけど、このロレックスのこの黒文字盤についてはこの黒いラッカーをかなり厚く塗っていまして、色味がかなり黒色で非常に綺麗な黒色が出ていますので、非常にこの文字盤の黒が美しいというのがあります。であとこのラッカーの厚みのところでいうと、例えば日付がある時計の場合になってしまうと、この日付枠ってこの日付部分を切り抜くので、その部分切り抜いた部分からこのラッカーの厚みが分かってしまうんですね。ですのでこの日付枠がある場合はこのラッカーの厚みっていうのはちょっと気になってしまうんですけど、このエクスプローラー1の場合は日付がないので厚く塗ったラッカーというのもそれが分からないようになっています。ですので、文字盤が厚いラッカーですごい綺麗な黒なんですけども、その厚みは分からせないといういいところがあります。さらに、このインデックスが見ていただくと、この
上に三角マーク、三角形のインデックスがあって、あと369の数字とその間にバーインデックスがあるんですけども、これが左右均等のシンメトリーで作られていて、かなりバランスよく配分されていますので、このインデックスのこのレイアウトが非常に美しいんですね。で、この綺麗な黒文字盤、黒色文字盤にこのバランスの美しいインデックスが載っているというこの文字盤なので、かなり文字盤の出来としては精度高くて、かなり私としては評価しています。で、この文字盤がかなりいいっていうのは一つあるんですけど、さらにこの先ほどもちょっと言いましたけど、外装全体としてはかなりシンプルにデザインが作っていますので、この外装部分はこの脇役、絵でいうとこう額縁になってくれていまして、で文字盤の方がメインになってくるということがありますので、外装をシンプルにした分文字盤が際立つということになるので、この美しい文字盤が一層この外装をシンプルにすることによって一層際立ってきて美しいというふうになりますので、この辺りのこの文字盤を完全に主役にするっていう点はこのエクスプローラー1の本当に魅力的ないい点かなと思います。で、こういった雰囲気、デザインを見たときにおそらくこの文字盤の美しさ、ここに反応して皆さんいい時計だなと思っているのかなと思いますので、ここも理由の一個になっているのかなと思います。エクストラ1が人気な理由の3つ目としては、ロレックスのプロフェッショナルモデルの中では最も低価格なモデルだからです。メーカーの金額でいうとだいたい現行モデルだと90万から100万ぐらいの金額になってくるんですけど、やはりこのメーカー価格で昨今は買えないことも多いので、実際このセカンドマーケットで見ていくと今だとだいたい130から150万円ぐらい今現行モデルはしてるかなというふうに思います。ただこれちょっと以前のモデルですね。以前のモデルにすると今セカンドマーケットではだいたい80万から90万円ぐらいで売られていることが多いので、金額的にはそのぐらいまで抑えられたものもありますので、実はこの金額というのはロレックスのプロフェッショナルモデルの中ではかなり低単価な部類に入ります。他の例を挙げると、人気モデルといえばロレックスはまずサブマリーナが上がるかと思うんですけども、サブマリーナですと今セカンドマーケットではだいたい150万から200万円ぐらい金額はしてくるかと思います。また、もう一つの人気モデルデイトナに関しては例えば今セカンドマーケットでは300から500万円ぐらいしてくるかと思いますので、いかにですねこのエクストラ1というのが、金額的にこの比較をしてみるとプロフェッショナルモデルの中ではこの低単価かというのが分かるかと思います。ロレックスのプロフェッショナルモデルが欲しいなと思った時に、まず、人気モデルを買おうかなっていう時に金額を見てみるとやはり、デイトナ300万から500万、サブマリーナ、150万200万みたいな中で100万以内で買えるみたいな見た目なのがやっぱりこのエクスプローラー1なので、かなりこの予算的なハードルが低くなってくるので、この検討する方のおそらく人数が増えてくるというところがあるので、かなりこの検討する方の人数が増えてくればやはりその分人気にもなってくるということがありますので、このエクスプローラー1のこの金額の優位性、低単価であるっていうのはやはりこの人気の大きな理由になっているのかなとは思います。ということでここまでお話したようにこのロレックスのこのエクスプローラー1については外装は変な味付けがなくて極めてシンプルなので、たくさんの方に受け入れやすいというのがあり、さらにこの美しい文字盤を持っているというのもあり、さらに金額面でも他のプロフェッショナルモデルに比べて優位に立っていると、低単価であるっていうことがあるので、こういった理由からこのロレックスのエクスプローラー1もかなり人気が高くなっているのかなというふうに私は考えています。あと最近だとサイズ面でも非常に面白い展開がありまして、もともとこのエクスプローラー1というとこの直径がフェイス直径が 36mm 径だったんですけど、その後大きくなって 39mm になりましたというところで、時代によってサイズが変わったっていうのがあったんですけど、現行モデルに至っては、36mm と 40mm と両方用意しましたというところで、2サイズ展開に初めてなりましたので、今後さらに人気になっていく理由の一つだと思います。この動画が気に入っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録、そして、コメントをお待ちしております。また、こちら、ブログでも、内容を紹介しておりますので、そちらは概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらも、ご覧いただければ嬉しいです。